包丁を入れる回数を少なく、身がアニサキスと同じ色をしていて、皮目を炙りまして、すいません、もうこの度は、いろいろ協力いただいて、お酒作っていただいてありがとうございました。頑張りたいと思います。おめでとうございます。ありがとうございます。美味しいもの食べるとテンション上がるね。すごい。はい、サワラのね、さばき方とおつまみということで、今日はこちらね、結構大きいサワラが入荷しましたので、こちらを使っておつまみの作り方を紹介しようかと思います。いい魚の見分け方じゃないんですけれど、こういうね、タグがついてたりね、船の名前がついてたり、産地がついてたりっていう魚は、大体ね、この漁港だとか、船が自信を持ってね、出荷している場合が多いので、こういうね、タグがついていたりしたら、いいものである可能性がね、高いですかね。タグがついてなくてもね、いい魚というのはいっぱいあるんで、その辺はね、もう経験でしかないんですけれど、一つの目安としてね、参考にしてください。サワラね、鱗がないと思っている方もいるかと思うんですが、鮮度が良ければね、サワラっていうのはね、こういう細かい鱗がびっしりとついていますんで、まずはこの鱗を包丁でこすって、落としますと。サワラっていうのはね、英語にするとね、スパニッシュマッカローって言ってね、マッカローがサバのことなんですけれど、名前の通りね、サバを大きくしたような魚ですので、非常にね、身が柔らかくて身割れしやすい魚なので、さばき方のね、コツなんかも紹介できたらなと思います。全体の鱗を取りましたら、今回ね、皮ごと食べるので、なおさらなんですが、このね、ライン、このゼイゴのラインに、ちょっと強めのね、細かい鱗がびっしりと残りますので、このゼイゴラインの鱗を、柳刃包丁でね、こんな感じで、すき引きしていきます。力を入れすぎると、当然ね、身を傷つけてしまうので、包丁でね、なぞるように優しくね、鱗を、すき取ってくださいと。このラインね、うっすらと見えると思うんですが、ここにね、細かい鱗がびっしりとついていますんで、このゼイゴラインの鱗を掃除しておくと、食べた時にね、食感よく食べることができますよと。片面の鱗を掃除しましたら、身を返して、裏面を掃除していきます。サワラはね、身が非常に割れやすいので、裏返す際にね、なるべくね、身に負担がかからないように、両手でね、しっかりと持ちまして、丁寧に扱うようにしてくださいと。ヒレが作業の際邪魔になるかと思うので、もしね、気になる場合は、最初にね、ハサミで切り落としたりなど、各自、調整してくださいと。裏側もね、同様に、こういった形で、ゼイゴのね、ラインの鱗を削いでいきます。サワラっていうのはね、分類は難しいんですけれど、一応ね、僕はね、青魚だと思っていまして、ただね、青魚の割に身は白色をしていて、ふわふわっとした食感でね、サワラにしかない個性があって、なかなかね、面白い魚かなと思いますかね。全体に鱗を掃除しましたら、続いてね、この腹びれと胸びれの付け根から頭を落としていきます。そんなに難しい作業ではなく、腹びれから1本包丁入れまして、胸びれから頭を落とすと。身を半分返しまして、こちら側から、頭を落とすと。頭を落としましたら、続いてこちら、へそからお腹を裂いて内臓をかき出すと。青魚っていうのはね、だいたいね、背中が、こういった青色をしていて、お腹が銀色をしているんですが、なんでこういう色をしているのかというと、これは水の中を泳いでる時にね、上から見た時に、海の色と背中の色が同化して、下から見上げるとね、海面から光が差し込むので、その光とね、この銀色が同化して、見えづらくなるっていう理由でね、水深がね、そこまで深くないところを泳ぐような魚は、だいたいね、背中が青くて、
お腹が銀色をしてたり、あとはね、深海に住む魚はね、赤い色をしていたりだとか、岩場に住む魚はね、全身が黒い色をしていたりだとか、意外とね、その魚の見た目で、その生息しているね、水深が分かったりもしますかね。お腹を裂いたら、これね、ここに血合いがあるので、血合いを包丁でかき出しながら、お腹を水洗いしていきます。お腹の中の血合いをきれいに洗いましたら、サワラをおろしていきます。サワラのね、おろし方はね、こっちのね、下の身、頭を右に向けた時に、上に来る身ね、こっちの身は、普通の三枚おろし。残った身は裏おろしという、おろし方ですね。なので、サバとね、ほぼほぼ一緒のおろし方をすると、身が割れにくいですよと。身の柔らかい魚をおろすときなんかは、なるべくね、包丁を入れる回数を少なく、2回か3回ぐらいでね、しっかりと中骨まで刃が達するようにね、包丁を使うと、綺麗におろせるのかなと、思いますかね。あとはね、この最後、中骨の上をなぞるように包丁をスライドさせると。しっかりと、お腹側と背中がね、包丁が入っていれば、身はね、綺麗におろせますんで、中骨の上をね、包丁でなぞりましたら、ここから身を外すんですけれど、身を外す際はね、両手でしっかりと身を支えながら、こういった形でね、身を外してください。ここからね、こちらの残った身を外していくんですが、この残った身を外すときに裏おろしというね、おろし方をしますよ。で、裏おろしのやり方はね、人それぞれだと思うんですけれど、僕の場合はね、このままの流れで、背中側に包丁を入れてしまいます。こんな感じでね、背中にスルスルっと包丁を入れて、ここから切り進めていくと。そうでね、裏おろしはね、この包丁を上に向けるんで、こっちのね、手を切りそうで怖いんですけれど、この左手でしっかり骨を支えながら、包丁は上にちょっとだけね、力を入れて切り進めると、比較的綺麗に裏おろしできるかと思いますんで、これね、ちょっと怖いんですけれど、左手でしっかりね、この骨を支えながら、切り進めるというのがポイントですかね。続いて、お腹側に包丁を入れていくと。で、お腹側はね、このまま裏おろしをしてもいいですし、僕の場合はね、身をこういった形で、皮目を上にして、お腹側だけね、普通の三枚おろしの要領で切り進めるなんて方法もあったりしますかね。各自やりやすい方法で魚をさばいてくださいと。中骨のラインまで包丁が達しましたら、あとはね、この最後、中骨の上を包丁でなぞるようにすると。ここね、尻尾がまだつながっていますんで、尻尾の部分を切り離して身を外すと。この辺はね、ちょっとね、包丁をきれいに入れられないで骨に身が残ってしまっているんで、この辺をね、きれいにさばけるように頑張って練習してるって感じですかね。3枚におろしましたら、あとはね、腹骨をすき取って、あとこの血合いを掃除してね、使いやすい大きさに柵を取っていくと。こういうサワラのようにね、大きい魚は、タイミングでね、こんな感じで半分に渡してしまってね、作業しやすい大きさにして、あばら骨描いたりだとかね、していくと良いのかなと思いますかね。サワラっていうのはね、漢字にするとね、魚に春という字を書くんですが、サワラはね、秋から冬にかけてがね、結構身に脂が乗って美味しいので、もちろんね、春先も十分脂が乗っていて美味しいんですけれど、結構ね、秋冬で身が美味しくなる魚ではありますかね。あばら骨をかき取りましたら、このね、血合いの部分、ここで半分に渡すと。血合いがね、苦手でない人は、この段階でね、この血合いの骨を抜いて、血合いごと食べても良いとは思うんですが、
そう、僕なんかはね、結構この血合いがね、苦手だったりするので、この血合いの部分と一緒に、包丁でね、磨いてしまうと処理をしておりますかね。もちろんね、この血合いの部分食べられますんで、好きな方はね、骨を抜いて、こういった磨くっていうことはせずにね、食べても良いのかなと思いますんで、その辺もね、好みで調整してください。そう、だからお腹の部分もね、このちょっと色が変わってる部分、この辺は、磨いてから食べるようにしていますかね。まあこの尻尾の部分も同様に、この尻尾の先端はね、どうしても筋っぽいので切り落としてまかないに回してしまうんですが、こっちはね、で骨がないので半分に渡して、あとはこのね、血合いを掃除してと。身を磨きましたら、続いてね、身に塩を振って、身の水分を抜いていきます。でね、まあ塩は、これね、多少強めに振っても、この後ね、洗い流すので、まあそこまで神経質にならずにね、皮目には多少強めに塩を振って、あとね、身の方は当然味が入りやすいので、身の方はね、皮目より気持ち薄めに塩を振ってと。身が多少ね、柔らかすぎるって僕は感じるので、こういった形でね、塩をして水分を抜くんですが、まあもしね、この柔らかい身が好きだなんて方はね、塩をせずにそのまま使ってもいいのかなと思いますかね。こういった具合でね、表面にうっすらと塩を振りましたら、このまま10分程度置いて身の水分を抜いていきます。サワラっていうのはね、結構ね、アニサキスが、いる魚でして、身がアニサキスと同じ色をしていて、アニサキスをね、見つけづらい魚なので、まあお店なんかでね、出す場合は必ずね、冷凍をしてから出すと。ただね、まあ自分でね、食べる場合は自己責任なので、まあ気をつけて食べてくださいとしか言えないんですが、一応ね、お店なんかで使う場合は冷凍してね、リスクをゼロにしてから提供するのが良いのかなと思いますかね。10分ほど経ちますと、身の表面に水分が浮いてきますので、そうしましたら、一度表面の塩を洗い流すと。塩をね、洗い流しましたら、サワラの水気を切りまして、ここからね、一度冷凍にかけるんですが、塩を洗い流した直後のサワラというのは、身の表面にだけね、塩が回っている状態で、ここからね、ゆっくりゆっくり身の内側まで塩が入っていって、全体の水分がね、ゆっくりと抜けていくという状態ですんで、この段階ではね、僕はね、まだ冷凍をかけずに、ここから、一晩寝かせて、それから一度冷凍をするようにしております。そうだからね、まあこんな感じで、ペーパーでくるんで冷蔵庫で寝かせて、身から出る水分をね、ペーパーに吸わせつつ、塩を全体に回しつつ、身が落ち着いたら、冷凍にかけると。冷凍をかけたら、解凍してそこから、調理していくと。冷凍して、戻した身なんですが、まあこれね、映像ではわからないと思うんですが、触るとね、だいぶ身がねっとりとしているかと思いますんで、そうしましたら、あとはね、切って炙っておつまみを作るだけと。おつまみを作る際にぜひ試していただきたいのは、これね、尻尾と頭の方の身とをね、食べ比べをしていただきたくてですね、なんでかと言いますと、魚っていうのはね、ほとんどの場合ね、腹側の、まあ脂の乗ったね、身の方が美味しいとされることが多いんですけれど、サワラに関してはね、結構身全体に均一に脂が乗ると言いますか、まあもちろんね、腹の方が脂は乗るんですけれど、この方にもしっかりと脂が乗っていて、あとね、身自体がなんかふわふわっとして味がしっかりある魚なので、脂がなくてもね、十分に美味しく食べられる魚でして、泳ぐ時に尻尾をよく動かすので、尻尾の方がね、筋肉が発達している魚なんですよね。食べてみると意外とね、尻尾の方が美味しかったりするので、まあこれね、ぜひ尻尾と頭とね、食べ比べてみて、味のね、違いを
楽しんでもらいたいななんて思ったりしますかね。皮目を炙りまして、風味を出しつつ、おつまみを作ると美味しく食べられるのかなと思いますんで、ぜひぜひ試してみてくださいと。青魚系はこんな感じでね、火を入れると結構味が出る魚が多いので、表面だけ炙ってね、炙りでお刺身にしたりしても美味しく食べられますかね。切ってね、薬味とあえて盛り付けるだけと。切る際はね、しっかりと厚みを持たせてね、サワラの味を楽しむことできるかと思いますんで、ある程度厚みのあるような切り付けが美味しいのかなと思いますんで、添える薬味は何でもいいと思うんですけれど、白ネギなんかをね、こんな感じで、細かく切りまして、生姜をね、この硬い皮を外しまして、ネギと同様に細かく刻んで、サワラと一緒にあえて食べると。この辺のね、添える薬味はね、わさびでも美味しく食べられますし、あとね、すだちなんかの柑橘類添えても良いですし、自由にアレンジして楽しんでくださいませと。今回はこれね、ネギと生姜と、あとポン酢一緒に和えまして、このね、サワラと一緒にこんな感じでね、サワラにまぶしまして、盛り付けておつまみにしようかと思いますんで、もうこの辺はね、好みで、いろいろな食べ方を試してみてくださいと。盛り付けのコツはね、今回ちょっと多めに切ったんですけれど、器の大きさに対してね、器に十分に余白が残るように盛り付けると綺麗に見えますんで、あとはね、こんな感じでちょっとね、高さを出したりすると、綺麗に見えるかなと思いますので、持ってる器とね、相談しながら、盛り付けてみてくださいと。ということで、本日はね、サワラの食べ方を紹介してみましたと。サワラね、食べる機会ありましたらぜひ皆さんお試しください。以上です。